こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。この数年、捨て活でいろんなものを手放し、ズボラな私もどんどん心地よい暮らしができるようになりました。一方で捨て活って案外難しくて、物を減らすためにはいろんな工夫とアイデアが必要です。そこで今回は日々どんなものが捨てられるか試行錯誤する私がこの10月、11月に捨てたものをご紹介します。捨て活を頑張りたい方々の参考になれば幸いです。それではスタートです。最近手放したもの一つ目は銀行口座です。今月なんと4つもの口座を解約しました。銀行口座は私が以前手放したらお金が貯まったものとしてもこちらの動画で紹介しています。2年前にお金の管理を簡単にするために散らばっていたお金をすべて生活用口座、楽天口座に移しました。ですが実は解約はしていなかったんです。残高0円なら休眠口座の料金は取られないし、何より解約の手続きが面倒と思い放置していました。でも使っていない銀行口座を持ち続けることって管理の手間が増えてしまってデメリットばかりだったんです。通帳やカード、印鑑をきちんと保管しなければならないし、パスワードも忘れないように管理が必要です。それに私にもしものことがあった時、残された家族を煩わしい手続きで余計に困らせることになりかねません。しかも手続きしたら残高0円だったなんてもう悲しすぎますよね。自分のため、そして家族のためにも今回ようやく重い腰を上げ使っていない口座を全て解約してきました。この解約が思ってたよりずっと面倒だったんです。特に面倒だったのがみずほ銀行でした。みずほ銀行は紙の通帳を持っていると窓口に行って解約手続きしなければならないため、平日にわざわざ有給を取得して解約してきました。しかも一番近い支店に行くために片道1時間以上、さらには駅ビルでランチが食べれちゃうぐらいの安くない交通費もかけて行ってきました。ゆうちょ銀行も解約には窓口に行かなければならず、同じように平日に解約してきました。三井住友銀行はこの中でも解約が比較的簡単で、残高0円であればインターネットの手続きだけで解約できました。でも実家の固定電話で電話番号登録をしていたので、電話認証で母にいろいろと協力してもらわなければなりませんでした。こうしてなんとか4つの口座を解約することができましたが、空にしたと思っていた銀行も残金が残っていたり、暗証番号の入力を求められた際にあまりにも使っていない口座だったので危うく思い出せないところだったり、ちゃんと管理ができていなかったことにも気づかされました。余計な管理をなくすためにも残高を空にするだけではなく、解約までしっかり完了させましょう。最近手放したもの2つ目は使っていないクレジットカードです。2% のポイントがつくこの還元率の高さにつられて作ったものなのですが、還元率が高い期間は発行してからたった数ヶ月で終了してしまい、すぐに使わないカードになってしまいました。銀行口座と同じくカードやパスワードの管理の手間だったり、不正利用や把握できていない支払いをなくすためにも今回解約しました。実は割とたくさんのクレジットカードを持っていまして、用途別に今はどれもちょこちょこ使っているのですが、管理を楽にするためこれから数を減らしていきたいと思っています。最近手放したもの3つ目はタブレットです。あまりにも使っていたタブレットが重すぎたので、今年の7月にとっても軽い iPad6 に買い替えました。この iPad6 のおかげで本当に荷物が軽くなりました。 iPhone との親和性も本当最高で、もう手放せないアイテムです。そしてこちらの古いタブレットはフリマアプリで手放さなきゃなぁとずっと思っていたのですが、めんどくさいが勝ってしまい、今日まで3ヶ月間出品もせず放置してしまっていました。
フリマアプリに出すことを毎日思い出せるよう家の目立つ場所に置いてはいたのですが、やらなきゃと思うだけで体が動かず、放置すればするほどどんどん面倒になっていきました。出品待ち置き場と化してしまったクローゼットの状態に我慢できなくなり、ようやくフリマアプリで出品しました。出品するまで3ヶ月もかかってしまいましたが、出品にかかった時間はたったの15分。本当に大した時間ではなかったです。置き場へのストレスを考えたら、なんでさっさと出品しなかったんだろうと思いました。まだ売れてはいないんですが、少しずつ値段を下げていって1ヶ月以内には売り切りたいなと思っています。もし1ヶ月経っても売れなかったら処分する予定です。最近手放したもの4つ目はインスタントコーヒーです。作業する時のお供として、昔はカフェオレにしてよく飲んでいたコーヒーですが、飲むとお腹が痛くなったり、正直体にあまり合ってなかったので、ここ半年ぐらい飲むことをやめていました。先日気が向いて久しぶりに飲もうかなと思って瓶を見てたら、茶色のはずのパウダーがうっすら白くなっていたんです。カビ？とめっちゃ焦って冷や汗をかけながら調べてみたのですが、結論から言うとカビじゃないようです。じゃあ白カビに見えるこれは一体何でしょうか。この正体はカフェインの結晶だったんです。コーヒーに含まれるカフェインはしけてしまうと顆粒の表面に白い針状の結晶となって浮き出ることがあります。それがまさにカビのように見えていたんです。正体はカフェインなので飲んでも大丈夫。ただ長く放置すればするほどどんどんしけていき、風味も落ちていくため美味しさは劣化していると思われます。なのでインスタントコーヒーは基本的に高温多湿を避け、冷暗所で保管し、蓋をしっかり閉め、開封後は1ヶ月を目安に使い切る。これが大切みたいです。会社に置いていたコーヒーもしばらく飲まない間にカフェインが結晶化し、同じような状態になっていました。キッチンに保管していた大袋の方は特に結晶化していなかったので、おそらくこちら2つは普段使いする間に入り込んだ湿気が原因で結晶化したのかなと思いました。こちら賞味期限的にはまだ飲めるものですし、結晶化したものを摂取することで体に害はありませんが、とはいえやはり久しぶりに飲もうと思うと品質も心配になりますよね。それに体のために飲まないと決めたコーヒーをいつか飲むかもと思って取っておくことも無駄なことに思えたので、食べ物の神様には本当に申し訳ないですが、今回この3つとも手放すことにしました。そしてそもそもお得に買おうとすぐには使い切れないほど大容量を買ってしまったことも問題だったかなと思っています。食品ロスをなくすため適正量を買うって大切ですね。最近手放したもの5つ目は小麦粉です。まだほとんど残っていますが、賞味期限が切れてしまったので手放すことにしました。これも安いからと大容量で買ってしまっていたものでした。そして賞味期限より何より心配だったのがダニの侵入です。ダニは小麦粉が大好物です。開封済みであれば口を閉じていてもわずかな隙間から侵入する危険があります。そしてダニの死骸や糞はアレルギー原因物質であり、小麦製品で繁殖したダニが原因によるアナフィラキシーショックはパンケーキ症候群とも呼ばれています。なのでダニの侵入繁殖を防ぐためには、小麦粉は温度20度以下、湿度は 50% 以下の場所で密封できる容器に保管するといいです。私はずっとゴムで簡単に閉じただけ、この袋のまま常温保管してしまっていて、視聴者の方から以前コメントでもその保管方法ではダニが入るかもとアドバイスをもらっていました。この失敗を反省する意味も込めて、この機会にダニ侵入を防げる小麦粉の保管方法を調べてみました。保管方法として常温保管、冷蔵保管、冷凍保管、この3つとも有効です。常温保管の場合はダニや虫が侵入する危険がすごく高いので、必ず容器なので密封して保管してください。保
保管期間は開封後1、2ヶ月で使い切るようにしましょう。冷蔵庫で保管する場合はダニの侵入は抑えられますが、カビが発生してしまうリスクを低くするために、こちらも密封性の高い保管容器に入れましょう。こちらも 1、2ヶ月で使い切るようにしてください。冷凍する場合もダニの侵入は防げますが、一度解凍してしまうと室温との温度差が大きくなってしまうため、結露のリスクが冷蔵の時よりも高くなってしまいます。なので一度冷凍庫から取り出した小麦粉は再冷凍しないように、使い切れるように小分けして保管することが大切です。約6ヶ月で使い切るようにしましょう。よければぜひ参考にしてください。私は小麦粉本当にたまにしか使わないので、これからは値段が高いですが、少量サイズを買って容器ごと冷蔵庫で保管し、短い期間で使い切ろうと思います。最近手放したもの6つ目はパスタです。こちらもたまにしか食べないのにもかかわらず、お得だからと業務用スーパーで購入した大容量のパスタでした。パスタは腐らないと適当にゴムでくくって保管していた私ですが、ダニが侵入し放題だった状態だったので処分することにします。そういえば思い出したのですが、母が以前開封してから時間の経ったそうめんを食べた時、全身にジンマシンが発生してしまい大変だったことがありました。あれはもしかしたらダニによるアレルギーだったのかもしれません。あまりパスタは私は食べないので、しばらくは買うのは控えようかなと思っています。そして今度買うときはごく少量を買い、しっかり密封できる瓶に入れて保管しようと思います。最近手放したもの7つ目はファンクラブの開放です。もしファンの方の心を痛めてしまったらすいません。一応私もちゃんとファンです。応援しているグループのファンクラブの開放が届いたのですが、読み終わったので手放そうと思います。本当に読み応えあった。本当にいい開放だったんですが、きっとこの先読み返すことはないですし、また買わないものを増やしてしまうだけなので、開放はいつも読んだら手放すようにしています。で、捨て活動画を見る視聴者様にちょくちょくもちさんって〇〇のグループ好きなんですかと突っ込まれるんですが、はい、そうなんです。私大学生ぐらいからいろんなグループの推し活をしてきました。辛い時には音楽だったり笑顔だったり、本当に心が救われることがあるので、冗談抜きで推し活って人生を豊かにしてくれるなって思ったりします。なのでミニマリストを目指す今も細々と推し活は続けています。ミニマリストと推し活の両立って難しいんじゃないかって思われるかもしれませんが、私はうまく両立できていると思っています。私流の推し活との付き合い方、それはグッズのコレクションはしない、でもコンサートなどのイベントには全力参加というモットーでやっています。つまり推し活も物より経験にお金を使うことを意識しています。昔の私はこういう開封のバックナンバーはきっちり保管していました。開封だけでなくて街にあるビラとか新聞とか雑誌とかまでファイリングしていたり、コンサートでも朝早くから長時間並んで欲しいものは全て買い、とにかくコレクションをしていました。でもタンスの奥にしまうだけで、結局そのグループをあまり応援しなくなった時に本当に心苦しい思いをしながら処分することになりました。それからグッズは基本買わないと決めて、逆にコンサートとかには友人と遠征したり連日参戦したりして過ごす時間自体を思い出に残そうと全力で参加しています。そしたら本当に楽しかったと思える瞬間がより増えたし、より思い出自体も濃くなったように思います。推し活でコレクションされている方を決して否定するつもりはなく、コレクションをすることも楽しい生き方だと私も思っています。価値観は人それぞれですよね。話はそれてしまいましたが、この開放も読み終わったので取っておかず手放そうと思います。ちなみに手放す際、お顔が見えるととっても心苦しいので、いつも封筒に入れたまま処分するようにしています。最近手放したもの8つ目は、ハイテーブルに取り付けていたリモコン入れです。
机の上に何も置かないため、無理やり机の足にくくりつけていたリモコン入れですが、やっぱり目立ってしまうことがずっと気になっていました。たまにしか使わないスピーカーのリモコンのために、せっかくのお気に入りの机が可愛くなくなるのはすごく残念だったので、今回リモコンを机の下に貼り付けちゃうプチ DIY をしました。材料は2点、ダイソーで買ってきた強力磁石と貼って剥がせるシールです。磁石のサイズに合わせてシールをカットし、磁石をリモコンに取り付けます。同じように磁石を机にも取り付けます。ちなみに S 極同士 N 極同士で向き合う面にならないよう気をつけてくださいね。ほんとめっちゃ簡単で、たったの5分で完成しました。強力磁石のおかげで机の下でも磁石の力で引き寄せられるようにリモコンが机にくっつくので、元に戻すのも全然困りませんでした。お気に入りの机がもっとすっきりし、よりお気に入りになりました。今月は他にも賞味期限切れになってしまったインスタントコーヒーだったり、一時期キムチ作りにハマって買ったものの結局使わなくなり賞味期限を切らしてしまった唐辛子パウダーだったり、大量にある洗濯ネットのうち1枚を手放すことにしたり、使ってないけれど可愛くてなかなかずっと手放せなかったらショッピングバッグだったり、可愛いからと理由もなく取っておいてしまっていたカンカンを手放すことにしました。また今月もコツコツとこれだけのアイテムを手放すことができました。今月は特に安いからと大量に買ってしまった食品を結局手放すことになってしまったので、適正量って大切だなと感じました。これからも日々暮らしと向き合い、自分にとって本当に必要なものが何か考えながら少しずつ物を減らしていきたいと思います。手放したアイテムとそれぞれの処分方法をまとめましたので、気になる方はこちらも見てみてください。それではご視聴ありがとうございました。使ってないけれど可愛くてなかなかずっと手放せなかったらショッピングバッグだったり、